こんにちは、四つみつろうです。今回の講座では余すことなく、僕の持てるすべてを皆様にお届けできたらというふうに思っています。大多数の方がよくおっしゃられることなんですけど、個性がない、絵柄が確立しない、これに対しての結論が一つだけあって、それは考える必要がないということです。僕のこの昔の絵を見てください。高校1年生かに描いたような絵ですね。この絵から最近であるところのこういうイラストになる過程というか、それは個性とか絵柄とかを定めようと思ってこういう形になったっていうわけではないんですね。今、あなたが一番好きな絵描きさんって誰でしょうか？その方向性をちゃんと自分の中で捉えられているのかっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思ってます。何が好きかが大事なんですよね。サッカーとかでもどのポジションにいても全部やれるみたいな。もう蹴ることもできる、守ることもできる、でゴールキーパーもできるとか。多分上手くなりたいっていう感情は漠然とした全部できるようになるっていうことだと思うんですよね。僕も学生の時の上手くなりたいは何でも書けることだと思ってるんですよ。でもちろん、まずそれは難しいです。もし小学生の四つみくんにこの講座を教えることができたら、もっと早くこういう感じの絵には慣れてるんだろうなとは思いますね。僕が最短でここまで来る方法を教える形にはなると思うので、皆さんも素敵な自分の中の絵を見つけることができたらいいんじゃないかなと思っています。今回のチャプターでは髪の毛の質感を表現する。僕のイラストを見た時に髪の毛の描き方があんまり見ない描き方をしてるなというふうにご指摘いただくことが結構ありまして、今こうやって見ていただいてる髪の毛からこういう感じのよく僕が描いている髪の毛、これってどうやって描いているんだろう、これを詳しくお伝えできればと思っています。真似をするという意味であるなら今すぐできるものが多いんじゃないかなというふうに思っています。じゃあ早速書いていきましょう。僕が使うのはこのリアル字ペン。これで書く利点はざらつきのあるペンなので質感が表現しやすい。これが全てです。これ以上説明することはないです。で、髪の毛っていうのは基本的にはシルエットがすごい大事ではあるんですけど、シルエットがそもそも何かというと、全部真っ黒になったとして影で表現された時に、どのキャラクターかすぐわかるかどうか。有名なネズミのキャラクターとか、シルエットでわかりやすい表現ですね。今回の書く僕のやり方は、こういう髪の毛でも質感を付け加えることもできるし、単純に束をたくさん描いて質感というか見た目の良さを表現する描き方をどっちもできる形ですかね。この子を後で質感の描き方でグレードアップさせます。そのためにはまずグレードアップさせるための一つ一つを覚えていきましょう。ではまず髪の毛を描くにあたって、まず一気にこういう全てを描く必要はないです。大事なところは前髪、これ前ですね。で、横の髪、前髪の横ら辺、この辺でいいですかね。で、最後後ろの髪。この順番が僕がよくやるやり方です。なので、この全てを一気に描こうとするのではなくて、前髪から描く練習をしてみましょう。で、前髪を描く上でなんですけど、髪の毛の束を意識して描いてあげると綺麗になる。では髪の毛の束の一つを描いてみましょう。まず何も気にせずにこういうのを描いてみましょう。これが髪の毛の束とします。大事なのはここではなくてこの中なんですね。この中を描く際に1、2、3、スもしくはス1、2、3を意識します。どういうことなのかやっていきます。1、2、3、ス少し何か質感を帯びてきたように思いませんか？もう一回いきます。1、2、3、スどんどん髪の毛の束の立体像っていうのが生まれてきてるように思わないでしょうか？なんでこういうことが起きるのかっていうと、ここの1、2、3が結構大事になってきます。ぼやけた表現出すのに一番大事なのってあらなんですね。ぼやぼやされてたものはよーく見てみたら丸だったんだ。丸のここを超ズームで見るとぼやぼやしたものなんだっていうような鮮明ははっきりとわかるもの。で、ぼやぼやしたものははっきりとわからないものなんですね。じゃあ髪の毛のここの線は毛の流れを表現するはっきりしたところ。そしてこの辺
は毛流れの中でいろんな髪の毛がね、の集合があると思うんですよ。描いていくとしたらもうこんなことになるはずなんですけど、それらを割愛して何かよくわかってないところを点々点で表現するっていうことですね。じゃあこの点々点で表現するといろんな髪の毛の描き方につながっていくんですけど、例えば前髪っぽい感じでこういうものを描いたとします。でここに1、2、3、スー、ちょんちょんちょん、1、2、3、スー、1、2、3、スーって入れるだけで結構髪の毛っぽい質感になってませんか？これがそれらを描いてない状態です。この質感が加わることで髪の毛っぽさというか質感が出たのは間違いなくあるんじゃないかと思います。この子は完全に髪の毛が決まっています。じゃあ真ん中にこういう毛束を描いてあげて、で、1、2、3、スー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 、1、2、3。こういうのを付け加えてあげていくと、だんだんと質感を帯びてくるようになります。これらを組み合わせていくことによって、これが何もない状態です。髪の毛の質感が上がったように思わないでしょうか？外枠の形がだいぶ歪なので、変な感じにはなったんですけど、内部の質感を意識してあげると、こういう良さを出すことができます。で、これは髪の毛のこの中の、ここで止めるとかも全然いいです。で、こっちとかに付け加えてあげるとかでもいいです。わかりやすくするなら、真ん中に1個入れてあげる、覚えてあげるといいんじゃないかな。で、上の髪の毛の束とかは、数1、2、3。この1、2、3が結構大事です。1、2、3だけじゃなくても、4回書いても、5回書いてもいいと思います。単純にわかりやすく、1、2、3、数。応用ができるなら、1、2、3、4、数。でも何でもありです。これを理解できるかどうかで、質感がだいぶ上がってくるんじゃないかなというふうに思います。次はじゃあ少し長い髪の毛で質感をつける場合なんですけど、長い髪の毛を描く場合だったら、間のトントントンスーのところもできてるんですね。このトントントンを間にこうやって入れてあげると。そうすると、中にはトントントンスーを入れてあげてもいいかもしれませんね。で、スートントントンでもいいし、間に入れてあげてもいいです。そうすることで髪の毛の質感を上げることができます。ここで僕が描いた女の子に移りましょう。髪の毛の描き方を見ていただくと、いろんなところにこのトントントン数が書かれてると思いますね。で、このトントントンも場所によって長くしたり、細めに描いてみたり、いろんな手法を描いていることかと思います。この女の子の場合は髪の毛は長いけど、ストロークの短い髪の毛の束で埋めている子なので、そこまで気にする必要はない形を採用しています。こういうちょっと毛流れが少し長めのところだと、こうやってスートン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 みたいな感じで髪の毛の流れを表現していますね。この女の子の場合も、至るところにトントントンスートントントンスーが編み込まれて書かれています。これらを意識することで、トントントンスー、ちょっと長くトントントンだけで、こうやって毛流れを作ることもいいですね。髪の毛が長い場合は、トントントン、トントントン、トントントン。で、前髪とかが形があるわけじゃなくて、こういう髪の毛でそのままこういう感じになっている子であれば、トントントンだけで外堀をこうやって埋めてあげるとか、これをやるだけで髪の毛の質感っていうのが出ていくかと思います。そして髪の毛の描き方のテクニックの跳ねている、分かれている毛というかの表現の解説なんですけど、髪の毛を描いている人たちの中にこういうぴょこっとした描き方をしている人いませんか？これを入れてあげると、そのキャラクターのリアルさというか質感の出しやすさっていうのがより濃く出たりしますが、あんまり多用しすぎるとボッサボサの髪の毛になってしまうので、多用は厳禁ですね。できることであれば、これが毛束だとして、1回の毛束に3つくらいあるんだったら、これくらい？多分全ての毛束に入れちゃうと、ぐちゃぐちゃになっちゃうと思うので、1個開けて、2つに1つぐらいの方がいいのかな。で、ここに質感をつけるのであれば、トントントンスーですね。トントントンスー。毛が終わったところのこの部分からトントントンスーを始めてあげると結構いい感じのものになります。もちろんここに入れてあげてもいいんですけど、この終わり際のところにやってあげると
いい感じの質感が生まれて、この部分より、この毛束の部分がちゃんと前側にあるんだぞっていう前後関係がはっきりするので、これを意識してあげるといい感じになります。髪の毛が長い場合だったら、黒線でこうやってあげるとかもありますね。こういうぴょっと飛び出た髪の毛が横から出るけど中で繋がってる。ここに2個描く人とかもいたりするんですけど、これは好みです。これを黒線で表現してあげると自然に見えますね。中にはこうやってちょっと上からまた始めて、ちょっと後ろら辺につけて、で、この辺をちょっと消してあげると、こういう表現がすることもできます。この終わりのところをちょっと線で継ぎ足してあげると、自然に髪の毛が始まりから終わりまで綺麗な感じで合流すると。お好きな方を使っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。これをやれば、僕の描く髪の毛は完璧に描くことができます。太すぎると主張が激しくなるので、細めのペンでやってあげた方がいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。いかがだったでしょうか。では次は、衣服のシワの表現についてのお勉強になります。また次でお会いしましょう。